はい、飯田です。どうも。おめえじゃねえだろ、俺に言ってんだよ、俺に。そんなことないですよ。俺に言ってんだよ、はーいっすよねって俺が言おうとしたら何がはいだですよ、お前。ということでですね、はい、まあインティアール毎チェンされましたけども、はい、髪から口が回らねえよな。変わってるって言ったらリアバンパーだろ、かっこよくなったよな。テールランプですね。あ、テールランプも違うんだ。ちょっとこう色が濃くなって赤く。それだけじゃねえよ。大人っぽく引き締まってるんですよ。あ、5月になったね、5月。そうですね。16インチ。はい。こっちは4月だもんね、旧型はね。はい。まあ前回のホットバージョンなんかでいろいろ中山サーキットでやったんだよ、インティアール。はい。これ出た時に、その時にね、タイヤまでやろうっていう話になったんだけど、できなかったんだよ。やらずじまいだった。まあタイヤを16インチ入れて新型と勝負してやろうと思います。旧型に明かせたのは新型と同じポテンザの16インチタイマンバトルスタート。ドリドリちょっとホイールスピン。あ、早い。前に出たのは新型のアキラ。やっぱりでもコーナリングは絶対旧型の方がなんかいい感じでね。あ、早い、立ち上がりが。あ、そんなバカな。タイヤ一緒だからそんなに変わるわけないんだけど。ああ、オーバー。果たして新旧の違いはタイヤだけなのか。コーナーの進入はこっちの方が早いな。あ、離れる。立ち上がりが新型の方がいいな、多分。2人の感想はぴったんこ。2周目に入ってさらにペースが上がり、タイトコーナーではドリドリが詰めるが、コーナーこっちの方が早い。脱出ではやっぱり新型がリード。こうなるとミニサーキットで前に出るのは厳しい。秘策はあるのか、ドリドリ。立ち上がりで離される。あー、吹けない。裏ストレートで一瞬4速に入った新型に対し旧型は8000止まり。ブレーキングを遅らせなんとかその分食らいつくドリドリだが、無理をすれば今度はタイヤが垂れる。ドリドリピンチ。早いな、立ち上がり。さあファイナルラップ、展開は同じか。コーナーで追い詰めるんだけどな。ライン的に見るとコーナーの立ち上がりはむしろドリドリの方がスムーズ。ダメなのはどうしてなの。あと半周、ドリドリがマジになった。ブレーキが安定してるな。最終コーナーに飛び込む2台、勝負あったか。この立ち上がりが離されるな。新型アキラの勝利。タイムもわずかながら新型の勝ち。タイヤ同じにしたら勝てると思ったんだけどな。コーナーはこっちの方が早いんだよ、旧型の方がね。こうクイックにパーンと向きが変わるから。綺麗に横向いてましたね。でね、新型の方が弱アンダーっぽいから、ブレーキングは奥まで行くんだけど、こっちの方がね、コーナーのターンインの速度が速い。でも立ち上がりでバキュンと置いてかれちゃうな。タイトの進入がもう全然遅いですね、新型の方が。ということでですね、アキラがいいんじゃなくて車がいいんだろうな。俺が新型ちょっと乗ってみたいと思います。ああ、立ち上がりが全然いいね。クロスミッションが入ったことによってコーナーの立ち上がりが全然いい。ブレーキがむちゃくちゃいいな、これ。2メーター奥行けるかな。旧型に比べてすごく安定志向になってるね。乗ってるドライバーにとってはすごく乗りやすいっていうのが感じられますね。新型インテアール、速さの秘密。まずは速さの割にキャパ不足と指摘されていたタイ&ブレーキを改良、それぞれをインチアップした。
しかし当然そのままでは気持ちの良い加速フィールが損なわれ R の持つレーシーな醍醐味が薄れてしまう。そこで16インチになっても加速が鈍くならないのはなぜか。まずは誰でも考えるギアレシオのクロス化。エンジン回転数を最大トルク発生ポイントである6000回転付近にキープすることで1速から5速までの全域にわたって VTEC ハイカム領域を使えるように変更された。その2、エンジン。 B18C スペック R エンジンはむやみにピークパワーを求めるのではなく、最大トルク発生ポイントが旧型の7500回転から6200回転に引き下げられ、下からの扱いやすさと誰もが乗りやすい性格に仕上がっている。土屋さんが乗った感じでも随分もうエンジン自体違うみたいなね感じで言ってたんですけど、もっと他になんかいろいろ秘密あるんですか？例えばこういうピストンリング、ピストンシリンダーにリングを入れて組むとですね、非常に抵抗があるものなんですね、持ってらっしゃるより抵抗がある、旧型インテグラの場合はこう広くシリンダーの壁に面接触してたものを新型ではですね、そこの部分を、より幅の狭い、当たり面にして、熱的にも楽になる、それからそういう修動抵抗も減らす、こういった玉がふんだんに入ってるんですね。さらにこのまま続けていきましょう。だんだん細かい話になっちゃうんですけれど、インジェクターがちょっとちゃうねんね。旧型インテグラの場合は、こういうポートから、広く吹いたり狭く吹いたり、レジスター値がちょっとバラバラだったんで、ばらつきがちょっと多かった、多かったというか、ある幅で交差が認められてたの、それを非常に新型のインテグラの場合ですね、もう一定にしてどのシリンダーにも同じ分をね、規則正しく吹けるようにインジェクターを備えてる。そして話題にもなった手作業のポート研磨が新型ではさらに奥まで施されている。続いて良くなったコーナリング性能の秘密、まずは足回り。タイヤのインチアップを足がかりに細かなサスセッティングを実施。リアのトレッドを拡大したことで特に旧型に見られたリアの流れ出しが限界域で安定、コントロール性の向上を実現している。そしてボディはパフォーマンスロッドや各部の補強によってロール剛性の向上を果たしている。ということで、新型はいろいろ変わってますね。そうですね、かなり変わってますね。見た目はねそんな変わんないんですけど、タイヤだけかなと思ったけど、全然違いましたけど、最初結構バカにしてましたけど、バカにして、タイヤ16インチ入れて勝てるから、そんな感じでですね、この新型買いかどうかという、そうですね、ここで買い取り値段を調べたんですけども、旧型のね、9年式8年式7年式と、そんなに値段差はないんですけども、インテアルっていうのは結構いい値段で取ってくる。そうですね。で新車が230万ということで、追い金50万ぐらいでまた新型が買えちゃうってことなんで、旧型っていうのはジムカーナー、低速コーナー向きの、人にはおすすめで、新型に関しては中高速コーナーで安定する走り速い、で、この新型に関してはやっぱり16インチをメインに考えてますから、開発がだからアライメントを変えることによって、サスペンションを変えることによってすごくバリエーションが増えてくる、オーバーでもアンダーにでもどうにでもなる、これはこういう値段からすると俺だったら買い替える。とは言ってもこれ買いは買いだって言ってますけど、買い替えられない人はどうすればいいんですか？買い替える金がない、あるいはこの自分の旧型を気に入ってる、低速コーナージムカーナーしか俺はやらないっていう人はですね、いろいろやり方ありますけれどもね、15インチのままの方がいいんじゃないかなと思います、で、その人のためにですね、この日光サーキット、じゃあ攻略を教えてみたいと思います。それではどうぞ。クリップ使わない、ここは外から行って小さく行って脱出に向かう S 字で踏めるようにね。ここもそうだね。インテアルってのは割と向きが変わる車だから、そんなにね大きなタックインも必要ないから、一発で向きが変わる車だから、それを結構利用できるように。ここをステーリング切っちゃうと最初からすごい苦しいね。
コーナーから2コーナーにかけての減速の仕方 G を横 G を与えながらブレーキングする減速するこれが一番難しい。だから常に1個目をどれだけセーブしてでもセーブしすぎると立ち上がりが遅い1個目をどれだけうまく曲がって2個目の立ち上がりにつなげるかっていうその連続ですねこのサーキットは、そういうことを考えてですね2個目の脱出に向けてアクセルが速く踏めるように、考えて皆さんも行ってください。